こんにちは、とどろきくんです。今回は V-Strom650、V-Strom650XT の2022年モデルがそれぞれ4月27日と3月28日に発売されるということで、2021年モデルからの変更点を見ていきたいと思います。目次としては、まず変更点の紹介と、その変更に伴ってどんな違いがあるのかというお話と、以前こちらの動画でお話しした SV650 の2022年モデルと変更内容が似ているので、その辺の話を最後にしたいと思います。それではまず一番わかりやすい変更点のカラーを紹介していきたいと思います。まず普通の V-Strom650 は2022年モデルではブリリアンホワイトとグラススパークルブラック、この2色展開となっています。ホワイトの方は2021年と同じなんですけど、ブラックの方はヘッドライトの角みたいになっている部分の色がちょっと変わってます。で XT の方はチャンピオンイエローナンバー2とブリリアンホワイト、パールビガーブルースラッシュマッドソードシルバーメタリックっていうカラーとグラススパークルブラック、この4色の展開となってます。こちらもホワイトは同じで、あとイエローも同じですね。で他の2色は角の部分とかタンクとかホイールの色が変わってます。一番わかりやすい変更点はこのカラーチェンジなんですが、2022年モデルのメインの変更点は SV の2022年モデルと同じく新しい排ガス規制への対応となっています。それでは次にスペックの違いを見ていきます。違いを表にまとめるとこのようになっています。上から順番に見ていくと、まず燃費がリッターあたり 24.2 から 23.6 に 0.6 キロダウンしてます。で最大トルクが61ニュートンメートルで、これは変わりはないんですが、この最大トルクの発生回転数が6500回転から6300回転に200回転ダウンしてます。で価格が普通の V-Strom650 の方がもともと92万4000円だったのが95万7000円になってます。これは税込み表示です。で XT の方が96万8000円から100万1000円になっています。でスタンダードの方も XT の方も上げ幅としては税込みで3万3000円の値上げとなってるんですけど、 SV の時の値上げ幅が1万7600円だったので、それに比べると倍近くの値上げになってますね。で XT の方に関しては100万円超えちゃってて、これはちょっとパッと見値上げ幅は一緒なんですけど、一歩だけ手を出しにくい領域に入っちゃったなっていう感じがしますよね。これがちょっとスズキのいいところでもあり悪いところでもあるなと僕は思ってるんですけど、1000円ちょっと1001円ぐらい削って99万9999円にしといた方が、まだ消費者の心理としてはそっちの方がちょっと買いやすい感じもするし、実際に売りやすいと思うんですよ。なのにこの100万1000円という価格設定にしたのは、スズキのいいところでもあり悪いところでもあるかなと思います。ちょっと素直すぎる感じがしますよね。もしかしたらこれもスズキの戦略のうちで100万1000円から90何万円まで値下げすることでお得感を出しやすくしてるみたいな戦略かもしれません。で話をスペックの方に戻しますが、以前お話しした SV の2022年モデルではこの最大トルクの回転数が下がって、それに伴ってどんな違いがありそうかということをメインにお話ししたんですけど、今回は200回転しか下がってなくて、しかも最大トルクの値が変わっていないので、6500回転までの間で性能の差を実際に感じることはできないと思います。じゃあ今回は何の話をするのかというと、6500回転より後ろのトルクカーブをメインにお話ししていきます。この話を取り上げている記事は僕が見た限り一つもなかったんですけど、今回の変更で大事なところはこの6500回転以降のトルクカーブだと僕は思っています。で何の数値を見るかっていうと、残ってる数値はこれしかなくて、最高出力とその時の回転数です。変更点のお話をした時にこの2つはどちらも取り上げていなかったんですけど、その理由は変更がなかったからです。具体的な数値は最高出力が 69PS、 その時の回転数が8800回転となっています。で変更がない値から何がわかるねんって話なんですけど、そもそもトルクと馬力っていうのは切っても切れない関係で、これ別々に考えるのは NG です。最大トルクとその時の回転数、最大出力とその時の回転数、この4つの値は1セットで考える必要があります。この点を踏まえると、今回の変更で最大トルクの回転数が下がってるのに
その他の最高出力とその時の回転数とかが下がってないっていうのはなんかありそうやなってことがわかります。今回もトルクカーブを見ながら説明したかったんですけど、 V ストローム650のいい感じのトルクカーブが見つけられなかったので、今回は手書きのグラフで説明したいと思います。横軸が回転数で縦軸がトルクと馬力のグラフで、この青い線がトルクカーブだと思ってください。 V ストローム650のグラフを何個か見たんですけど、本来はこれよりもっとフラットな平らなカーブなんですけど、あまりにもフラットだとちょっと分かりにくいのでカーブを若干強めに描いています。で、このオレンジのラインが馬力、出力だと思ってください。この赤色の点の位置が最大出力とします。この点の位置が2021年モデルも2022年モデルも同じということが何を示しているのかというと、この点から真下に行ったところにあるトルク、この点のトルクが2021年モデルでも2022年モデルでも全く同じということを示しています。つまり6500回転以降のトルクカーブもほとんど変化がないということが言えると思います。結局今年の V ストローム650の変更点としては、全体的にトルクカーブの変更はなかったで終わりじゃなくて、この話が SV の2022年モデルの変更とつながってくるんじゃないかなと僕は思います。SV の話をする前に V ストロームの話だけを聞きたかったって人は、ここでこの動画は終わりです。今後もこういったバイク関連の動画を発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでここからは SV の話をしていきたいと思います。まず簡単に SV の2022年モデルで最大トルクの回転数が下がったことでどんな変化が予測できたかというと、大きく分けて2つ可能性があって、まず1つ目は最大トルクの回転数と一緒にカーブ全体が変わって中低速回転域でのトルクが増えたという考えと、2つ目がこちらが僕の考えなんですが、全体的にはカーブは変わらなくて相対的に最大トルクの回転数が下がっただけという考えの2つがありました。で、今回の V ストローム650は同じメーカーの同じ排気量の排ガス規制に対応させるという同じ変更目的だったわけで、しかも V ストローム650の場合、最大トルクの発生回転数が下がったにもかかわらず全体的なトルクカーブには変化がなかったということが言えると思います。なのでやっぱり SV の2022年モデルは低中速回転域のトルクが上がったというわけではなくて、相対的に最大トルクの発生回転数が下がっただけなんじゃないかなと僕は思います。はい、いかがだったでしょうか。なんだかんだ言ってますが、 V ストローム650も SV650 も普通の人が体感できるほどの差は感じられないと思います。なので今どっち買おうか悩んでるって方は、年式にこだわらずに好きなカラーで選ぶのがいいんじゃないかなと思います。カラーとかはどうでもよくて、地球に優しくありたいっていう人は2022年モデルがいいと思います。今回の動画は V ストローム650と SV650 の両方の話をしちゃったんですけど、コメント欄に V ストロームでも SV でもその両方でもいいので、ぜひ皆さんの感想を教えてください。今後 V ストローム650のインプレッション動画も撮ろうと思うので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それじゃあバイビー。